今回はこのヘッドをメイクしながらメイク界でどんなことをやっているのかというのを紹介したいと思います。メイク界では私がメイクするときにどんなことを気をつければいいのかとか、どういう順番でやればいいのかっていうのを簡単にまとめたものを配布してるんですけども、これにのっとって基本的にはやってます。メイクの順番、アニメ風メイクの場合っていうのと、リアルメイクをご希望の方はリアルのメイクの方法。私あんまりリアルメイク上手くないんですけども、そういうのもやってます。あとはソフビ盛り、パテ盛り、アイの作り方とか、いろいろその方の要望に合わせてやっておりますが、今回はメイクの順番、アニメ風メイクの場合というのに流れでやっていきますので、これ解説書と読んでるんですけども、これがですね、欲しいという方は私の X のところにですね、PDF のリンクがありますので、こちらをご覧になっていただければと思います。では、始めていこうと思います。一番最初は購入編というところがあるんですけども、DD ヘッドの場合はこのアイホールのオープンタイプとクローズタイプっていうのがあるので、クローズタイプの時はデザインナイフでカットしますよというところですね。で、カットの仕方も動画ではないんですけども、この文章で書いてます。前準備としたらこのヘッドを洗います。食器用洗剤で全然いいですね。で、ゴシ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 洗って表面の油分や汚れを十分落としましょう。その次は艶消しスプレーを吹いて表面をコーティングします。表面をコーティングしないと次の工程で水彩色鉛筆を使うんですけども、これが全然描けないとかですね。あと水彩色鉛筆の色が若干移り気味なんで、それを少し防止するっていうことの効果があります。水彩色鉛筆で下書きをする際に藍をセットしておいた方がこの雰囲気をつかみやすいので、あらかじめ藍をセットしていくことをお勧めします。メイク界ではこのニトリル手袋っていうのを無料で配布してますので、お持ちでない方はこれを使っていただいております。では下書きの方に入っていくんですけども、下書きで使うのはこの水彩色鉛筆ですね。私はファーバーカステルさんを使ってるんですけども、基本的には何でも大丈夫ですね。あと消しゴム、こういう何でもいいですね。消しゴムと、あと練り消し、あとこのモノゼロっていうトンボさんから出している消しゴムがあるんですけど、この先の細いやつ、これがすごい万能なんで、これ1本あれば逆にこの2ついらないかなっていう感じです。修正をしていくたびに若干ですね、色が残るので、そういった時にヤスリで削って色を落とすっていう1000番くらいのヤスリがあるといいですね。これを使って下書きをしていきます。下書きは色鉛筆でこう塗っていくんですけども、この書き方のコツっていうのはそんなになくて、あえて言えば優しく書くっていうところですね。優しく書かないと傷がついちゃったり消した時に後になっちゃうんで優しく書くんですけども、一番のポイントはバランスですよね。左右のそういったところの取り方っていうのをご説明したり、あと実際にどこがずれてるからどう直した方がいいですよっていうのを具体的な例を上げてやってるって感じですね。では iPhone のこの部分ですね、書いていこうと思うんですけど、もう少し色濃くしますね。なんでかっていうと動画だとあんまり薄いと見えないので、少し濃いめのもので描いてます。で、鉛筆の先は尖ってた方が描きやすいので、ナイフで切ってもいいですし、こういう鉛筆削りで削ってもいいですね。はい。で、色は基本薄めで描きます。何色で描くかっていうところなんですけども、髪の毛の色に合わせるのがいいかなと思います。髪の毛が茶系でしたら茶色の薄いもの、金髪でしたら黄色系ですね。iPhone の色ってこの髪の毛の色に近かったりしますし、全然違う色、紫とか赤でしたらそういう系統の色を使っていけばいいんですけど、今回は一応ね、全然似てないんですけど、ユーベルを作ろうと思ってるんで、緑系の色にしてます。で、こんな感じで描いていくと。メイク界ではじゃあ描いてみてくださいっていうことで、ここは自由に描いてもらってるんですね。描いていく途中で、だんだん疑問点が湧きてくるんですよね。こう言ったらどうですか？こういうところどうですか？あと左右のバランスはどうですか？っていうところ。そういう疑問が出てきた段階で一度止めて、その人それぞれのその悩みに答えていくっていう感じをやってます。今回は
ここにまつげを描きたいので、若干太めの上まぶたにしようと思ってます。でこんな感じでどんどん描き込んでいくと。この下書きをしっかりすると、メイクのこの後半の絵の具で塗るっていうのがとっても楽になるので、ここでですね、形はほとんど決めておくと。メイクが進んでいくと、この左右のバランスっていうのが今度気になり始めるんですね。一番やりやすいのは、メイクするときに自分の真正面に向けて、こう傾けないで描いていくっていうことがいいかなと思います。なんでかというと、こういう曲げて描いたり、また反対側向けて描いたりすると、ここでは同じように見えても、まっすぐ向けた時に全然違うっていうことがよくあるあるなんですね。結局まっすぐに向けて描いた方が描きづらいんですけど、結果的に早いというところはあります。ただこれ書きづらいので、ちょっと慣れが必要かっていうのはあるんですけど、アバウトなところはこういう方向で書いて、私はね、目の前にカメラがあるんで、非常に書きづらいんですけど、こういう感じで書くといいと思います。アイホールは、そんなに難しくないというか、これも難しいは難しいんですけども、多分ね、そんな難しくなくて、難しいのはこの目尻、目頭ですね。この部分ですね。ここで決めといた方がいいなと思うのは、この本数ですね。ここに何本書くか。よくね、プロの方ですとすごい本数書いてるんですけども、最初はそんなに頑張らなくてもいいと思うので、そしたら1本2本でもいいですし、書けるんでしたら3本ぐらい書いてもいいと思います。色鉛筆はね、そんなに細くないから、何本も書くっていうのはなかなか難しいんですけど、ここでね、どういう線を書くっていうのをイメージしておくと、やはり絵の具で塗るときに楽なので、ここで形は決めておいた方がいいかなというところですね。なぜ下書きに色鉛筆を使うかっていうと、絵の具で下書きして修正するっていうのでもいいんですが、絵の具だとどうしてもですね、跡が残りやすいんですね。消しても色が移ってしまうというか、ソフビにも、ね、多少浸透してしまうので、そうすると顔全体が例えば緑でやったら緑っぽくなっちゃうっていうのがあるので、消しやすい水彩色鉛筆をおすすめしてます。絵の具で下書きしても全然大丈夫ですね。こういう下まぶたの線とかもはっきり決めておきます。ここら辺に何を描くか。どのぐらいの太さで描くか。ちょっとしたまつげもですね、ここである程度位置を決めておきます。メイクのデザインは皆さんで決めていただいているので、私がこのデザインでやりましょうっていうのはほとんどないんですけども、なければですね、一応参考みたいなものも用意するので、それでメイクするといいと思うんですけど、せっかく最初のメイクをするので、自分が好きなキャラクターであったり、テーマを決めて描いた方がいいんじゃないかなと私は思います。その方がね、楽しいと思うんですよね。はい、二重の線、全然ちょっと見えないんですけどね、こういったところも描いていきましょう。で、今度アイホールのこの少しの陰影ですか。ちょっとここも軽く描いてみます。ここがね、ここから難しくなってくるんですけど、ここら辺からですね、そのバランスの取り方っていうのをご説明するんですが、まずこういうアイホールの位置をどうするかっていうのは、まず目頭を基準にして、例えばですね、実際は描かないんですけども、こういうような縦線、まっすぐの垂直の線があるとします。私は実際これ描いてしまうんですけど、両目に、ここの目頭から真上に上げた線ですね。線に沿って描くと、いいかなと。要は左右の部分ですよね。で、今度この高さですね。これも横線本来描かないんですけど、こういう風にして、じゃあどこら辺に決めようかなというところを視点を決めてあげるんですね。これだとちょっとね上すぎるので、ここら辺にしましょうか。
ここら辺にしましょうか。アイホールはだいたいここにこう横の線があって、ここの支点からそこの横の線にこう斜めに入れてあげる。こんな形が多いですよね。暫定でこんな形にしましょうか。で、同じように眉毛の部分ですね。眉毛も、このガイドの、内側にするのか外側にするのかっていうのを決めて、大体この同じラインで上げるか、ちょっと離してあげるっていうのがバランス的にはいいと思うんですけど、今回は例なんで、ここの線と同じところに視点を描きますね。で、どこら辺が、じゃあバランスいいのかっていうのが、点だけじゃわかんないんで、この点から雰囲気こんな感じかなっていうのを軽く描いてみるといいと思います。ユーベルは眉毛が上がってるんで、ちょっとこれだとね、なだらかすぎるんですけど、あとここのアイホールの線がね、結構はっきりしてるんで、ちょっとなんか眉毛のバランスが取りづらいので、ちょっと消しますね、少し。このモノゼロっていうのがですね、実力発揮。細いのですごく力が入るんですね。いや、消すときはあまり力を入れるとこの艶消しが取れてしまうので、軽く消すんですけど、これはね、もう少しね、広範囲に消すときとか使ってもいいですし、練り消しはこうピンポイントで消してもいいんですけど、ぶっちゃけこれ1本で足りますね。眉毛はアイホールよりあんまり離れるとちょっとね、間が抜けちゃうんで、あまり離れないように描くといいと思います。今真正面で描いてるんで比較的ずれてないんですけども、これをですね、こういう感じで描いて、こういう感じで描いて、なんかバランス合ってるなと思ってこうやってやると結構ずれてるっていうことがあります。で、この実際今ずれてるんですけど、ちょっとこっちの右側が上目になってますよね。で、こういう時は全部消さないで、必要じゃないところだけ消すといいと思います。全部消してやり直すと、またね、位置が曖昧になって、またずれてしまうので、私は書いた線は残しながら、こう必要のない部分を消して、最終的に残す線っていうのを決めるようなしてます。なので、かなりメイクする前は、このヘッドが汚れます。絵とか得意な方は、当たりをね、すぐ取りやすいとは思うんですけども、ただ絵描いてても、この 3D だとね、やっぱ当たり取りづらいですねっていう方もいらっしゃるんで、そういう時こういう、ね、線とかそういったものを決めるといいんじゃないですかっていうのを言ってます。この目尻のところもですね、どこまでやるかっていうのは、ここのアイホールの目尻の幅を基準にしてあげればいいと思います。これもあんまり長すぎてもバランス悪いですし、今度短かったら短いで、それはね、結構短い眉毛は多いので、あとマロ眉とかですね、そういうのでもいいと思いますね。こんな感じでざっと描いたので、今度これを綺麗に整えていこうと思います。曖昧だった部分ですね。こういう線とか描いてしまったんで、ちょっとここを消しますね。初心者でもですね、一発目からパテ盛りとかソフビ盛りっていうのをご希望される方もいらっしゃるので、その方にはちゃんとご説明してます。ただ、ソフビ盛りはかなり時間がかかるので、9番ヘッドだと思うんですけど、これだけ盛ると多分1日がかりになるので、メイクはちょっと難しいですねと。パテ盛りだと爆弾パテさんを使うんですけど、かなりサクッと盛れるので、2時間ぐらいあればこのぐらいできるかなと思います。表面処理をきれいにするっていうのは最初なかなか難しいので、ヤスリで削るとかっていうところは私がですね、サポートしたりしてます。で、このメイク会は基本的にはご自身でメイクをしているので、私は本当サポートだけなんで、自分でね、一から作ったっていう実感が多分ね、持てると思います。
そこはね、私いいなと思ってて、で手前味噌で恐縮なんですけど、皆さんね、想像以上のものができたっていう感想をいただくことが多くて、私も嬉しい限りです。書き方のコツっていうのはそんなに言ってなくて、このバランスがこうですよとか、筆は細く使いましょうとかって、その本当基本的なところぐらいをメインにご説明しているので、あとは皆さんの実力なんですね。だからそう考えると、ね、やっぱり基礎っていうか、があると全然ね、違うなっていうのは、このメイク会を通してですね、思っております。大体この下書きで1時間ぐらいですかね。早い人はもう10分、20分で終わらせてしまうんですけども、初めての方ですとなかなかね、うまく書けないっていうのがあるので、そうですね、1時間か長くて2時間ぐらい。すごいこだわる人はメイク会2回目までかかるとかね。それは人それぞれあるんで、全然それは構わないんですけど、この下書きは本当一番重要なんで、納得いかないんだったらここに時間かけた方が納得いくものが作れます。かなり雑なんですけど、この動画ではこれが、よしという段階にしましょう。下書きができたら、この線をですね、綺麗にしていきます。で、綺麗にしていくと、少しですね、バランス悪いところとかが見えてくるので、それを修正していくんですけども、それは何を使うかというと、この線番のヤスリを使います。例えばこういうところ、ちょっとね、出っ張ったりとか、線がブヨブヨっとしてたりしますよね。でこのヤスリを使って、このはみ出た部分をこすってあげるんですね。消しゴムでもいいんですけど、こういう風に消して、この腹を使ってですね、消すと結構綺麗な線に仕上げることができるんですね。ちょっとやってみますね。今この上の段やったんですけど、今度下ですね。で、これ使いにくい時はこれをこういう感じで長いストロークで使ってあげるといいんですけど、これで線をきれいにします。何度も消しゴムを使ってると、色がだんだんついてしまったら、このヤスリで軽く表面をこう撫でてあげる感じで削ってあげると、緑っぽいところがなくなってきます。あんまりやりすぎると艶消しスプレーが取れてしまうので、やりすぎは注意ですね。だいぶ綺麗になったと思いませんか？こっちもやってみますね。これは消しゴムでもヤスリでもどっちでもいいですね。この線ですね、今なんとなく書いてしまったんですけども、この線が左右形が違うとかいった場合に、どういう風なポイントで見ていけばいいのかっていうのをちょっとご説明していくと、眉毛っていうのはこう色見えにくいからもう少し濃い色を使いましょうか。こう曲線になってるわけですよね。で、何でもそうなんですけども、始点、始まりの点があって、で、最終的な終点がありますよね。で、ここの位置をさっきの要領で決めます。次はこの曲がる線のバランスを、じゃあうまく取りやすい方法はどうするかっていうと、この曲がった時に、こう、2点ぐらいですね、曲がるポイントっていうのを見つけます。例えば、ここら辺ぐらいですかね。ここに曲がる点があって、これを直線で結ぶと、こんな線、ね、角張った線になりますけど、実際これを滑らかな曲線で結ぶと、こういう感じになるじゃないですか。この中間点と私呼んでるんですけど、これを見つけるんですね。この位置さえきちんと合わせてあげて、距離ですね、合わせてあげれば左右のバランスがロジック的に
合わせやすいって思っているんですね。もう少し例を挙げるとこういう眉毛描いちゃうとね、描いてる時はそんなにおかしくないんですけども、実際正面で見ると上と下で違うとかっていうのもありますし、あとは意外とこの眉毛って曲がってるとか上がってるっていう先入観が入って描く場合が多いのですけど、意外とまっすぐなんですね。眉毛ってそんなにクイッと曲がんないんですよ。曲がってる眉毛もあるんですけども、こういう眉毛ってイメージとしてはこういうね曲がってるかもしれないですけど、こういう眉毛がないんですけど、その無意識に思ってることが結構ペンで出ちゃうっていうのがあるんですね。描く時に無意識が出てしまうので、見本と照らし合わせながら角度が合ってるかっていうのを合わせるといいと思います。なのでこの中間点を見つける。でその中間点に沿って描く。で同じような距離感の中間点を描いてバランスを合わせてあげるっていうことをやると合わせやすいんじゃないかなと思います。では下書きの終盤なんですけども、だいたい位置とかは合ってるんですが、なんとなくね違うっていうのがよくあると思います。位置違いますよね。でこういうところがなんとなく違うけど何が違うっていうのを理論的に知るにはですね、相対的にものを見るのがいいんですね。例えばここの位置がどっちが、ね、バランスがいいかっていうのを見て、好みでもいいですね。こっちの形の方が好み、こっちの形の方が好みっていうのがあったら、その好みの方に、を基本とするんですね。垂れ目だからこっちの方がいいか。こっちの方がいいとすると、どうやってその基準を見つけるかっていうと、例えばこの位置を割り出すのにどうするかって言ったら、上のラインよりじゃあこのアイホールのこの終点が上か下かっていうのを見るんですね。こういうのをやってもいいですよね。ちょっと下なんですね。これはアイホールのこの線、上のところとほぼ一緒。だから本来ここのちょっと気持ち下。1ミリとかじゃなくて、数ミクロン、数十ミクロンの差なんで、そんなにこれ消しちゃダメなんですよ。意外とね、1ミリ単位とかで消しちゃうんですけど、そうするとさらにずれてしまうので、ほんのちょっとアイホールの線よりちょっと下になるぐらいですね。このぐらいですかね。どうでしょう。こういうふうにどこかを基準にして相対的に位置を割り出すっていうことをすると、このバランスの違うところを見つけやすいですね。肘なんかではよくそうなんですけど、右側の方がちょっと出っ張ってるっていうか膨れてたり、幅があるので、あんまりそのことを気にしていると、長さは同じなんだけどバランスが合わないとかっていうこともあるので、なかなか難しいところではあるんですが、一つのその割り出し方ですね。で、今度ここら辺行ってみましょうか。ここもなんか違いますよね。じゃあさっきの基準みたいなところでいくと、このアイホールの目頭と位置からどうかなっていうと、これ目頭のこの位置と似通ってるんですけど、こっちちょっと中に入ってますよね。内側に、こっち側に。こうやってですね、定規みたいなもので測ってやるといいと思います。以前ね、ディバイダーって言ってコンパスの針が2個ついたような距離が測るやつとかでやったんですけど、あまりそれのでやりすぎると今度ですね、一生終わんないんで、ある程度ダメな点っていうか、もう、しょうがない点は残しましょう。人間もね、左右バランス合ってないので、ただこういう小さい造形のものに何か書いたりすると、この小さなズレっていうのがよく分かってしまうので、なるべくね、バランスは合わせられるんだったら合わせた方が
いいかなとは思います。この辺の距離です。距離感ですね。見て合わせたりとかします。でこういった距離感を変えると今度この距離感も変わるので、合ってると思ってたところがずれて見えるとか、そういったこともよくあるので、とにかく気になったらずれてるってことですから、そのずれてる、なんでずれてるかっていうのを理論的に割り出して修正できるようになると、バランスがだんだん合わせやすくなると思います。でそのバランスの合わせやすいコツは先ほどの相対位置ですね。ここからここの距離、ここからここの距離とか、この測るところの基準を決めて比べていくっていうやり方がいいと思います。でこういう眉毛がね、眉毛がつり上がってるんですけど、これもイメージではつり上がってるんですけど、実際に描いてみると結構きつい眉毛になっちゃったりするんで、それやっぱりイメージが入っちゃってるんですよね。だからそれを結構なだらかにすると意外とそんなに思ってたよりこうなだらかだったとかっていうのはよくあることなんで、こういうのはね、若干経験も必要なんで、メイクなんかもですね、練習して違いを出したり直したり練習するっていうのはいいと思います。はい。このバランス合わせはね、キリがないので、このぐらいにやめときましょうか。じゃあ、あとここの目尻ですね、少しアバウトというか変更しちゃったんで、もう一回バランスを見て、二重の線は後で追加するので、ここはいいですね、二重の線は。あとこの段階でこのまつげのラインも決めた方がいいっちゃいいんですけど、絵の具を塗るので、消えてしまうので、ここでは一応決めません。この下はですね、ある程度ここに描こうかなっていうのは決めております。あまりしっかり描いちゃうと絵の具で隠しきれないんで、ここら辺は少し薄めにしてますね。ではこれで、汚いところをきれいにして、色鉛筆の下書きは終わりにしましょう。